頭の上と耳を3ミリのバリカンでかけるんで、この眉毛の上あたり、この白い色の変わるところからかけていきます。でこの時に耳縁切らないようにここを押さえてバリカン入れていきます。この横は眉毛の、目頭から1センチぐらいのところからかけます。何ミリやつ？3ミリです。全部同じミリ数だ。そうです。で耳のバリカンかけるときはしっかり耳の外向きにこう怪我させないように、歯の向きをこう入れないようにこっち側に、こっちに入れると怪我します。で裏側もバリカンかけます。これも一緒で外側に。耳縁はどうするの？縁はハサミで整えます。あまり嫌がらない。音嫌がると言いますね。そういう時は本当危ないんで誰かに押さえてもらう。じゃあ偉いね。偉いね。ずっとしてるな。基本的にいい子です。男の子です。後頭部はどこまでかけてるの？体も同じ3ミリなんで、ここからもう全部3ミリです。ここもかけてるんだ。ここかかりにくい時とかはもうハサミで、すきばさみで整えます。無理しないと。下で犬がうるさい。楽しそうだな。なんか1回じゃ借りきれない時も2回目とかで借りる。ひなちゃんひなちゃんひなちゃんあれてなすぎるよね。来て早々1回じゃ借りきれない時は1回で借りきれない時は、2回3回かけてあげるときれいにかかる。同じ動きをしたらでも一緒だよね。違う角度とかそうですね。あとはスピード速すぎてもかからないんで、スピードを変えると。でこういう借りきれないところは全部ハサミで整えます。まあ無理しないと。この口に入るリップラインはしっかり短く切ってあげます。でこの時にまっすぐバツって入れるよりも斜めこうハの字で入れてあげた方が可愛くなるので。ヤヘイは正面からのショットで結構いいねもらえるじゃん。
県とか行った時あるじゃん。やっぱり可愛いよね、野兵は。どう可愛くするの、野兵を。野兵のポイント教えて。ポイントはもう眉毛も口もすごいちっちゃめにするので、なんか野兵はこうまん丸の楕円、まん丸のマズルっていうよりかは、こう楕円にしてるんで、それが似合うのかな。似合うんですね、きっと。であと鼻の上のここのちょっと出てる毛も切ってあげます。でこの鼻より前に出るこういうここの毛とか、鼻より前に出るっていう表現が、こう上から見た時とか、ここがすごいちょっと出ちゃってるので、これを少し切ってあげる。ボブで、すきばさみで。横から見た方が分かりやすいな。どうぞ。でここ切ってあげることで前に出てくる毛がないので汚れにくくなったり、あとは綺麗に見える。そうだよね、丸く見えるよね、きっと。この辺りとかもここの鼻より前に出てるんで、こういうのを切ります。野兵の YouTuber 1年半ぐらい前だけど、やっぱり再生回数多いからね。でこの時に毛の抜きにハサミを入れてあげないと、ハサミの跡がついてしまうので。どのぐらい毛の向き言ってみれば、本当こう結構こう斜めだな。そうここならもうほんと下斜めにこうハサミ入れて、ここだったらちょっと上、ここだったら上ってやってる？やってます。やってみて。なんかこうハエを描くようにやると、誰から教わったの？学校で教わったの？先輩。当たり前か。でもそんなこと。先輩？まあでもできてない人はいるだろうね。自然とね、癖でできてないというか、意識してないというか、癖だよね、こういうのってね。そう意識してやってれば自然と毎日できるんだろうけど、そう、どうしても手の動きがこう楽な方にね動かしちゃって、結果可愛くならないみたいな、絶対あるよね。でこう鼻より前に切ってあげると、こう上から見た時も前に出てくる毛がないので。なんとなくわかる。であとはシュナウザーとか、なんか学校で私はこのストップのライン、目頭と目頭の間にライン入れるって教わったんですけど、そうするともう三角形のマズレになっちゃうので。どうして？ストップがもっと手前なんだ。手前ですね、この辺りから。でこっから作ったらもうすごいでっかい丸にしないともう丸にはならない。なのでかなり手前だ。そうですね、その子のマズルの長さとか顔の形にもよるんですけど。それがスタンダードなのかな、学校で教えるってことは。その先生のやり方なのかな。私の学校はそうです。でこの子はすっきりめのマズルにするんで、結構手前から。すっきりめなんかね、シュナウザーマズルがだいぶ本当
こうスタンダードじゃなく丸くっていうのが増えてきて、でかいマズルって多いけど、ヤヘはちっちゃくても可愛いよね。そうですね。でプーダルと同じで、このストップから横に出る毛も取りすぎないように少しすいて取りすぎないように。取りすぎたらどうなるの？今取りすぎると、そのなっちゃうんだ。なんかもうやりすぎそうだね、あんまりだね。やりすぎると、しならってマズル長いから、そこを分離しちゃうとまたおかしくなるよね。そうですね。確かに取りすぎない方がいいな。でこの子はまつげ残しなんで、切らないようにこの黒いところも少し切ってあげます。まつげ残しなんだ。男の子だけどまつげ残しなんだ。そうです、チャームポイントなんで、シナザってはっきり言ってガーリーに作って怒られることないよね。そうですね、ないような気がする。プードルだったら男の子を女の子っぽくしたら、ちょっと違うよねってなるけどシナザはね、なんかならない気がしてて、俺最初ヤヘ来た時これまずいんじゃないのと思ったの、正直。こんな女の子っぽくして大丈夫と思ったんだけど、まあ、結果可愛かったから。でここを切るときに一緒にこの眉毛のこの黒い毛も一緒に切ってあげます。これ切った方がメリハリが出て、この黒い毛、白と黒の、ヤヘに限ってのこと？私は基本的にみんな切ってます。みんな同じような感じなんだ、シナウザは。人によってて違うかもしれないですけど、ここ取った方がやっぱりはっきり白に分かれるんで、そこをスッキリさせるんだね。そうですね。なるほど。で眉毛はちっちゃめだったよね。ちっちゃめです。眉毛でかいとちょっと男の子っぽくなるもんね。そうですね、眉毛小さいのと、あとここの眉毛の間が広い方が女の子っぽく見える。普通にヤヘは小さめ希望だったんでここ切ったんですけど、シナウザってスタンダードイコールもう男の子っぽいカットだから、ひげにしても、バリカンの入れ口にしてもちょっと筋肉を強調してみたいなのが、そうですね、スタンダードと融合させるとか真逆にした方が絶対ガーリーになるんでね。でもスタンダードしか教わんないもんね、学校じゃね。そうでもなかった？美女なりはペットカットもやった気がするんですけど、シュナウザーがあんまり来なかったんで。あとはこの、まつげ残し、まつげ残さない子はもうこのまま目の上から切っていいんですけど、残すんで、まつげの上のここは切ります。黒いところ。先生それテープで留めてたよね。覚えてる？いい先生。あ、そうです、テープで留めてたよ。多分テープで留めるのはマズル切るとき、あ、そういうこと。この眉毛の上なんで、でこれ切ってあげた方が目がはっきりする、あとは大きく見える。全然違う、全然違う。今ちょっと眉毛が大きいからちょっと男の子っぽいけど、これ調整していくと多分ガーリーになるな。あとは軽く眉毛を後ろにコーム入れて、で出てくる毛を切ります。であとは上に立てたり、ちょっと前に出して出てくる毛とか切っていきます。眉
眉毛の形っていうのは形はなんか山、ひし形、ひし形、ひしなんかちょっと山になるようにこの3分の1ぐらい、目頭の3分の1ぐらいを頂点にして、そうだね。でこっちを低めに、それは頂点がずれると、なるほどなるほど、そのぐらいか。まあいいね。そっちだけ完成させてみて比べてみるんで、はい、反対側と。片側だけしてあげても面白かったね。反対側回ってみよう。あとは上だけこうライン作るんじゃなくて丸くなるように作ってあげることで、もっと可愛くなる。なんかわかるけど、この手前からこう、丸くなるように切る、まあ眉毛をなめんなよってことね。そうですね、こんな感じで、ちょっと正面から撮ってみる。左右でどれだけ男の子っぽいのと女の子っぽいの違いが分かるか。 OK、 じゃあOK、 マズルも半分だけ切りますか。そうしてみようか。できるかな。でこの、口の下の汚れるところを切ります。結構シュナウザーって下に落ちたり前に毛が出てきたりするので、上からこう切っていくと下に下がるマズルになるんで、下から上に持ち上げるように切っていきます。でもさっきの理屈で言うとこれはいいんだ。こう切ってるじゃん。ここは横か。一応意識してんだね、流れを。毛の流れをね。そうですね。ここはラインつけるんで、この向きで入れても大丈夫。確かにないんだ。で上の方切るときはハサミの向き変えて、輪郭はここの輪郭は輪郭はこう作るんで、ここも切ります。そこまではシュッとさせる感じなんだね、は。そうですね、ちっちゃめなので、眉毛がちっちゃいんで、ここからこうつながるように、それ何目だっけ？これ50目です。50目。基本すきばさみで仕上げるんで、もう仕上げに近いもので
辺の顔で20分ぐらい、いつもなら20分かかんないとかか思う。んないぐらいか。あとはちょっと下向かせて、もし出てくる毛があったらこういうのも切っていきます。大体こんな感じで、最後に仕上げとかでこうパサパサ出てるところは整えていきます。じゃあ反対側。この時も片方だけ見るんじゃなくて両方とも同じようになるように、嫌だ嫌だ、頑張れ。品沢のファーストトリミングってもうボサボサでスタートするんじゃん。そうですね。で、あれっていうんだろう、スタンダードにしちゃうお店って多いと思うんだよね。なんていうんだろう、もう何とでもこうできるファーストトリミングなんだけど、バリカンも入ってない状態で、はい、標本に沿って足の角度とか、要は飼い主さんもこうどうしていいかあんまりこう分かってなくて、とりあえず品沢可愛いと、性格もいいし、流行ってる時期もあって買ったけども、カウンセリングがうまくなんか要望が聞き出せなくて、写真とかこうしたいっていうのがあれば。少ないよね、そうはっきり言ってくれる人って。そうですね、あんまり写真で持ってくる人いないかもしれない。結構のお店がもうお任せでスタンダードにしちゃうような気がするね。ひげ作ったりとか。そうですね、ダメじゃないけどニーズと合ってんのかなっていうのが。
カメラに耐えられないのかね。頑張って。地味なストレスサインだな。控えめだな。初めてパキパの時めっちゃうなってたんだよ。なってたんですか？屋上に入った瞬間うわーってなってて、想像できないです。でしょ。受けた。お母さん焦っててまあ知らないだけだから大丈夫ですよみたいな話をして、ちょっと時間かけておいたら平気だったけど。だいぶ仕上がってきた。やっぱりすきばさみだと結構パサパサ出てくる毛もあるので、ストレートとかカーブとかで整えていきます。出てる毛だけ整える感じだ。そうですね。ケリーのカーブ？ケリーです。そこってもっときついカーブの方が楽なんじゃないの？あったら。まあ、あったら楽ですね。あとちっちゃいカーブとか。まあ全然それでも楽だろうけど。でもやっぱりちっちゃい方が使い勝手はいいと思う。持ってないだけど。持ってないです。ちょっと待って。で今左の方がマズルが下がってるんで、そういうのも見ながら切り直していきます。仲良しか。完成したらいい。はい。
インスタいいね線の顔。であとは顎下もなんかまん丸だったらこれぐらい残してもいいと思うんですけど、まあ楕円にするんでここは短く、残しすぎると結構汚れる子が多いので、下ろしたんですけど、下ろすとやっぱりこう前に出てくる毛とか、あとこうちょっと出てくるとか、角になるところがあるんで、そういうのも一回下ろしたりして丸く作っていきます。ここの角が取れてないと多分全部前に出てきちゃうんで、ここはすごいすっきり取っちゃって大丈夫です。あとは耳前のこのバリカンが入らなかったところはすっきり、で耳縁はボブわさみで整えてあげます。でこの時耳を切らないようにしっかり耳の位置を確認しながら、で耳の先もすごいとんがらせるよりかは丸く作ってあげた方が可愛いんで。いい感じ。じゃあかわいい、ここ直して
じゃあ閉めてください。締め大変のカットでしたみたいな。まあ野兵野兵のシュナウザーカットです。うん